皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。それでは今回は皆さん大好きプロキシチェーンズについて解説していきたいと思います。プロキシチェーンズっていうのは簡単に言うと、アプリケーションの通信を中継する仕組みを採用した通信方法のことで、複数のサーバーを経由させることで匿名性やセキュリティを高めるっていうものになっていますね。今回の動画の内容としては、1つ目がプロキシチェーンズの概要、2つ目がプロキシチェーンズのインストールと設定方法、3つ目がプロキシチェーンズを使用した通信とその確認といった内容になっています。興味がある部分だけでも良ければご視聴していってください。ということで、まずはプロキシチェーンズの概要になりますね。プロキシチェーンズの前にそもそもプロキシが何かっていう知識がないと、この先の話が理解できないと思うので、ひとまずそちらから説明します。例えばインターネット上のウェブサイトにアクセスする場合って、自分のデバイスから直接対象のウェブサイトにアクセスしに行くっていう流れになると思うんですけど、プロキシを使用すると対象の通信を中継してくれるので、ウェブサイトに代理でアクセスしてくれますよと。プロキシサーバーとかって言われたりするものになりますね。で、どちらかっていうと個人での利用っていうよりかは、主に会社とか学校なんかのネットワークに組み込まれている機能になりますね。代理でのアクセスって何か意味あるんですかとか、そんな面倒なことしないで直接ウェブサイトに行けばいいじゃんって思うかもしれないんですけど、代理でアクセスしてくれるメリットがいくつかあって、一つ目がセキュリティの強化ですね。例えばフィッシングサイトなんかの怪しいサイトへのアクセスをブロックしたり、機密データの外部送信なんかを検知して止めてくれたり、あとは通信に対してウイルススキャンを実行してマルウェアの感染を防いでくれたり、代理で応答してくれるんで IP アドレスの隠蔽なんかも可能ですよと。こういった諸々の機能を提供してくれることで、デバイス側のセキュリティを高めてくれているっていうことですね。2つ目がアクセス効率の向上になります。頻繁にアクセスするウェブページをプロキシ側でキャッシュしておく機能があるんで、次回以降の表示を高速化してくれますよと。これによって PC 側の余計なリソースを使わなくてよくなるってことですね。3つ目がアクセス制御になりますね。例えば業務上使用するんであれば、ギャンブルとか投資といったそういったジャンルって見る必要がないと思うんですけど、業務とか利用用途に即さないサイトへのアクセスを制限することができますよと。社内の PC からウェブサイトにアクセスした時に、こういった警告画面が表示される時があると思うんですけど、これはプロキシの機能によってブロックされているっていう処理になりますね。プロキシサーバー側で、このサイトはニュース系のサイトなんで OK ですとか、このサイトはギャンブル系のサイトなんで NG ですみたいな情報を持っているんで、そこで精査して OK か NG かっていう判断をしてるって感じですね。おそらく Google ドライブとか Dropbox なんかのクラウド系サービス、SNS 系のサイトも情報漏洩の観点から基本的にはブロックされているんじゃないかなと思いますね。4つ目がログの収集になりますね。PC なんかの各デバイスからのアクセス履歴を収集する機能がありますよと。主に外部監査とか内部監査に対応するためとか、何かあった時の通信履歴を確認するといった目的で収集していると思いますね。たまに社内の PC でエロサイトとかを見ようとしてブロックされている人がいると思うんですけど、どのサイトを見ているかっていうのもめちゃくちゃバレてるんで、そういうのはちょっとやめた方がいいですね。あんまり良くはないんですけど、そういった場合の抜け道としては、社内の無線 LAN とか有線 LAN からスマホなんかのテザリングに変更すれば、プロキシなしのネットワークに変更できるんで、ログとして残らなくなりますよと。シンクラで VDA を使っていたり、無線 LAN 周りの設定が管理者権限で変更できないようになっていたら使えない方法ではあるんですけど、ちょっと話がそれてしまったんですけど、以上がプロキシの概要になります。1点だけ補足として、HTTPS の通信は暗号化されているんですけど、そういった通信はどうなるんですかって疑問に思う方もいると思うんですけど、会社のシステムに導入されているプロキシであれば、おそらく HTTPS の通信を複合化してデータの中身をチェックしているんじゃないかなと思いますね。このあたりってプロキシ側の構成にもよるんで推測になってしまうんですけど、通信にマルウェアが仕込まれていたとか、社外費の情報がアップロードされているとかって場合は、通信しているデータの中身までチェックしないとブロックすることができないんで、おそらく暗号化を解除して確認しているんじゃないかなと思いますね。HTTPS の概要については過去の動画でも触れていますので、興味がある方はそちらをご参照ください。これで前提となるプロキシについてある程度理解いただけたと思うんで、ここからが本題となるプロキシチェーンズの概要についてになります。基本的にはウェブサイト宛ての通信を代理でブロックするっていう部分は通常のプロキシと同じなんですけど、チェーンズっていう名称がついている通り、プロキシチェーンズを使用すると複数のプロキシサーバーを経由させて対象のウェブサイトをアクセスすることが可能になりますよと。今見てもらっている図で記載した通り、 PC から出た通信がプロキシ A からプロキシ B、プロキシ C を経由して目的のウェブサイトに到達するっていう流れになりますね。ここで仮にプロキシ B がダウンしてしまった場合でも、プロキシ D を経由する通信経路に切り替わるので、通信としては問題ないですよと。見たことあるかもしれないんですけど、映画とかドラマなんかで複数のサーバーを経由しててどこからアクセスしているのか分かりませんみたいなセリフを聞くと思うんですけど、あれはおそらくプロキシサーバーを経由してるってことを言ってるんじゃないかなと思いますね。今回は分かりやすくするためにウェブサイト宛ての通信を例としたんですけど、プロキシチェーンズの対象としては主にコマンドラインでの TCP の通信になりますよと。例えば SSH でのリモートログイン、カールコマンドを使ったウェブ系の疎通確認とかデータの送受信、wget apt コマンドでのファイルパッケージの取得、 Nmap Go Buster なんかの偵察系ツールの実行とかになりますね。基本的には TCP の通信が対象で、 UDP や ICMP はプロキシチェーンズの対象外になるので、そこはご注意ください。もちろん先ほど説明した通り、ウェブサイト宛ての通信として使ってもいいんですけど、ブラウザー系の通信であれば Tor を使った方が簡単なんで、わざわざプロキシチェーンズを設定して使わなくてもいいかなっていう感じですね。このあたりの説明はこの後のインストールに絡む話になるんで、そこで合わせて説明したいと思います。それではプロキシチェーンズのインストールと設定方法について見ていきましょう。まずはプロキシチェーンズをインストールします。もしインストール済みですよっていう方は飛ばしてください。
次に TOR をインストールします。TOR ブラウザーとか Onion ブラウザーで認識されている方も多いと思うんですけど、TOR っていうのは実際には複数の中継サーバーを経由させる通信方式のことを指しますよと。世界中にボランティアの方が管理しているサーバー群があって、それらのサーバーをランダムで中継することで接続元の情報を隠しつつ、目的のサイトやサーバーまでたどり着くっていう仕組みになってますね。加えて通信の暗号化機能も備わっているんで、ダークウェブとかよからぬサイトにアクセスするときなんかは必須のツールになっていますね。TOR をインストールしたらツールを有効化します。ステータスを確認してアクティブになっていたら OK ですね。次に TOR の待ち受けポートを確認します。この後の設定でポート番号を登録するので、そのための確認になりますね。デフォルトから変更がなければおそらく9050になっているかと思います。待ち受けポートの確認ができたら、プロキシチェインズの設定を実施します。先ほど確認した意図性配下のファイルになりますね。ファイルを開くとずらずらと設定が書いてあるんですけど、一つ目がチェーン方式の変更になりますね。デフォルトではストリクトチェーンになっているんで、これをダイナミックチェーンに変更しますよと。ここはコメントアウトの付け外しをするだけで OK になりますね。ダイナミックチェーンにすることで、ダウンしているプロキシを回避することが可能になるので、そういった理由からここではダイナミックを指定します。2つ目の変更箇所がプロキシリストの追加になります。ファイルの一番最後の部分になるんですけど、ここに先ほど確認したポート番号9050を追加します。SOCKS っていう記載があると思うんですけど、すごいざっくり言うと、プロキシの種類とかプロトコルのことになりますね。SOCKS4 とか SOCKS5 があるんですけど、SOCKS5 が今現在主流で使われているバージョンになっていますね。以上でプロキシチェインズのインストールと設定は完了になります。最後にちょっとややこしい話になってしまって申し訳ないんですけど、プロキシチェインズの他に TOR をインストールした理由について、この辺りも少し説明しておきますね。本来であれば、プロキシチェインズだけインストールすればいいんですけど、プロキシチェインズ単体で使用する場合は、経由するプロキサーバーを自分で設定しなきゃいけないですよと。先ほど見てもらったプロキシリストの設定をこのような感じで記載すると、自分で用意したサーバーを経由させるようにすることができますよと。接続元の端末からサーバー A、サーバー B、サーバー C を経由して目的地のサイトに到達するっていう流れになりますね。使用するプロキシサーバーは無料で公開しているサイトなんかがあるんで、そういったサーバーを選択して設定するような感じになるかなと思いますね。サイト見てもらうとかなりたくさんのサーバーがあるんですけど、プロキシタイプも HTTPS とか SOCKS5 があるんで、この辺りのサーバーをリストに加えていけば OK かなと思いますね。ただですね、フリーのサーバーになるんで、利用するタイミングによっては落ちていて使えなかったりとか、セキュリティ面を考慮するとちょっと大丈夫かなっていう心配もありますよと。このリストに書いてあるサーバーを誰が運用しているのかまでは記載されていないんで、安易に使っちゃって大丈夫かなっていうのはありますよね。それ以外の方法としてはクラウドサービスとかレンタルサーバーを使って自前で用意してもいいと思うんですけど、それをわざわざ個人でやるのはちょっと面倒だったりするんで、その代替案としてすでにある TOR のサーバー環境を使わせてもらいますよと。もちろん今言ったようにリストから選んで自分で設定してもいいんですけど、すでに用意されている安全な環境を使っちゃった方が早いんで、TOR のネットワーク環境を使わせてもらいますよっていう、そういった感じですね。TOR のサーバー構成って大まかにはエントリーって呼ばれている最初の入り口になるサーバー、ミドルって言われている中継サーバー、エグジットって呼ばれている目的地へ通信する出口のサーバーっていう構成で成り立っていて、これらを経由して最終的なサイトまで到達するっていうことになるんですけど、今言ったサーバー群をプロキシチェーンズの通信経路としてお借りすることで、プロキシ経由の通信を実現しているっていう感じですね。プロキシリストの設定で SOCKS59050 って設定をしたと思うんですけど、これは通信の最初の入り口をTOR側の環境に行きなさいよっていう指定をしたものになるんですよね。それでは最後にプロキシチェーンズを使用して通信の確認を実施してみたいと思います。プロキシチェーンズを使用する場合はコマンドの先頭にプロキシチェーンズ4をつけてから任意のコマンドを実行します。今回はカールコマンドでウェブサイト宛ての通信を実行してみましょう。出力結果のダイナミックチェーンっていう部分を見てみると、check.torproject.org443OK ってなってると思うんですけど、これが TOR のプロキシ環境を使用して目的のサイトまで到達できたっていうログになりますね。127.0.0.1 の9050は TOR の SOCKS プロキシのポートを経由させたってログになりますね。宛先に指定した check.torproject.org っていうのは、サイト宛てに到達した通信が TOR を使ったものかっていうのを判断してくれるサイトになりますよと。configured to use TOR って表示されているんで、TOR を使用した通信ですよってことが明示的に証明されていますね。これをですね、プロキシチェーンズを使わない形で実行してみると、今度は直接サイトに行く流れになるんで、プロキシチェーンズのログは表示されませんよと。TOR を使用しているかって判定も You are not using TOR ってことで、この通信は TOR を使用していませんよってなってますね。で、一応接続元の IP アドレスで確認してみても、プロキシチェーンズを使った場合とそうでない場合では、サイトへアクセスしている IP アドレスが変わってるんで、プロキシサーバーを経由しているかしていないかっていう違いがわかるかと思います。Google なんかの正規のサイトに実行しても結果としては同じような内容になってますね。プロキシサーバーを経由して目的のサイトへアクセスしているっていう流れになってますね。ということで今回はプロキシチェーンズについての解説になりました。一般の方がプロキシチェーンズを使うタイミングってほとんどないと思うんですけど、こういった通信方法があるってことだけでも覚えてもらえたなら良かったかなと思います。注意点としては、通信の匿名性が高くなるからといって、じゃあ何をしてもバレないのかっていうと、そういうわけではないので、そこはご注意ください。プロキシチェーンズや TOR を使った通信でも見バレする可能性はあるみたいなので、これらのツールを使って公式のサーバーに攻撃したり、偵察ツールを実行するのはやめた方がいいかなと思います。